どうも、ビースパイスインクです。今回はレンズ豆のカレーを作ります。レンズ豆は時間や手間がかかる豆類の中でも比較的短時間で調理ができるので、すぐにでも豆カレーを食べたい時におすすめです。今回は以前紹介したレンズ豆のカレーとは別の作り方でご紹介したいと思います。同時並行で作業できるので、調理の拘束時間が短くなる方法です。またカレー粉を使って作るので、スパイスを買い揃える必要がなく、難しいスパイスの調合などは不要なので、初心者の方でも簡単にできると思います。材料には動物性の食材を全く使わないので、ベジタリアンの方にも食べていただけます。栄養価も高く簡単で安いレンズ豆のカレー、ぜひ作ってみてください。では早速調理ですが、まずレンズ豆を軽く流水で洗っておきます。洗い終えたら水を切ったレンズ豆を鍋の中に移して、たっぷりめの水を鍋に入れてレンズ豆を茹でていきます。火が入ってくると鮮やかなオレンジ色が黄色になってきます。このまま柔らかくなるまで20分ぐらい茹でます。豆を茹でている間にカレーの土台となる部分を作っていきます。フライパンに油をひいて、みじん切りにした玉ねぎを加えます。そしたら加熱をして玉ねぎを炒めていきます。全体に油が回るように混ぜたら、均等になるように広げて、あまり触らずに焼き目をつけるようにして中火で加熱します。この混ぜる時に一つまみの塩を入れておくと、脱水効果が早まって加熱時間が短くなります。玉ねぎが色づいてきたら、ニンニクと生姜を加えて青臭さがなくなるまで炒めます。その後トマト缶を加えて、しっかりと水分が煮詰まるまで炒めます。油がにじんでテカテカしてくるのが目安です。ここまで来たら一度火を止めておいて、 SB さんのカレー粉、通称赤缶を加えます。カレー粉と一緒に塩も加えて、焦げないように弱火でじっくりと加熱します。カレー粉なのでたくさんのスパイスを入れなくていいのは楽ちんです。粉気がなくなって香りが出てくるまで炒めます。レンズ豆もいい感じに茹でられてきました。そしたらこれを先ほどのカレーのフライパンに加えます。もう豆は茹で上がっている状態なので、全体を混ぜて味をなじませるように 1,2 分ほど煮込めば OK です。軽く煮込めたら味見をして、今回は少しだけ塩を足します。塩が足りないと食材の旨味が出てこないので、もし味が物足りないと思った時は味見をしながら塩を足して調味します。味がまとまったら仕上げにパクチーを振りかけて完成です。では盛り付けます。個人的にトロトロの感じが好みですが、もう少し水分を増やしてスープっぽくするのもありです。仕上げにもパクチーとブラックペッパーをかければ完成です。いただきます。今回の豆カレーのレシピは比較的簡単で、栄養価も高く美味しいので、普段カレーを作って食べない人にもぜひやってほしいレシピです。
よかったら試してみてください。ご視聴ありがとうございました。